ありがとうございます。すいません。違うスープなの？あ、違います。中華そば用。つつけそば用。はい。もともとこの前のお店もやってたんですか？長谷川？あ、長谷川、観音の方のお店でずっと働いてて。ああ、別の場所で？どんどんね、やっぱ人がいなくなり、今は一人で行ってますね。10時頃までやって、そこから片付けしてって帰ったら、帰り遅くなっちゃうんですよ。今だとね、起きるのは早いけど、帰るのは早いんで。いろいろ、体的には楽です。すごい。やってみる？いやいやいやストレス解消になったりしますか？しないですか？たまに。なんかドリルで開けてるお店もありましたね。ああ、お店によってやっぱやり方全然違いますよね。これ力仕事ですね。うん、でもコツつかんだらコツ開けるけど大丈夫。これはちょっと別なの？これが豚のげんこつ、丸骨で。豚の背骨。豚の背骨。鶏ガラ。鶏ガラ。豚と鶏が入る。はい、そうです。これはもみじ。鶏の足。これは朝ごはん用のご飯とか。あ、もう朝も昼も土鍋で炊きます。土鍋である。はい。すごい。広島の東広島の豊坂で作ったお米。豊坂のご飯。あ、お米。はい。私の父が作ってあ、お父さんが作ってるんですか？はい。農家というか。そうですね。お米と野菜と作ってます。それはいいですね。一応地産地消
はい。そこの産みたて卵を取り寄せて、全部うちはその卵を使ってやってるので、へそのも真ん中にへそに見立てて卵を卵を。あと徳島ラーメンも卵を落とすのが特徴なんで、それもその卵を使ってやってます。両方。うん、両方。牛刀とペティと。もともとなんかそういう和食とかやってたんですか？全く前の仕事花屋ですもん。あ、花屋さん。そうです。そんな花とか飾ってるラーメン屋さんないですもんね。少し癒されたらいい。癒される。お客さんがね。とある方の対談動画を見てて、はい。その方が会話してて、必死の意味は何ぞやっていうの。何それだ。必ず死ぬって書いて必死じゃん。ネガティブな意味じゃなくて、例えばその日自分が講演するの最後かもしれないし、聞きに来た人が帰りなんかあってその講演会来たのが最後になるかもしれない。それを意識してやっとるかって言われたらあってなって、それって飲食店もね同じように、だって私も今日作るのが最後かもしれないし、お客さんもねいっぱいお店あるのにここ選んで来てくれて、ね、これが最後の食事になるかもしれないってなったら、私は一生懸命じゃなくて必死の一杯を作ろうと意識してます。なんか前の日に何をするんですか？内緒。前日仕込んだチャーシューから前の日に仕込んで味をもうしみしみに。何時ぐらいにお客さんがこう来るんですか？大体日によって全然違いますね。土日の方が多いです。平日より。
炊飯器でともします。美味しいよ。美味しいですよね。はい。これはでも言わないとわかんないですよね。分かれたらわかんない。わかんないかもしれない。大抵そうですもんね。そうですよね。なかなか土鍋で炊いてるとこないないと思う。普通のお客さんから見たら若い女性がラーメンを作ってるみたいな感じですけど、今こう見てるとなんかストイックな感じ。修行僧がやってるみたいな。でも毎日同じことをね繰り返して、でも日々いろいろ変化はあって。させたいから前日にベースを作っておいて、直前に味噌を足して豚汁を作るんですか？はい。おはようございます。よろしくお願いします。朝7時から営業のお店で、これ、かつお節を削っているんですが。このスープはいつぐらいに使えるようになるんですか？明日ですか？はい。もう営業終わるまでずっと炊きます。ずっとこの感じ、様子を見ながら。そうです。これ今何時？ワンタンのワンタンカレー作ってその秘密のタレみたいなのを。うん。そうです。秘密のタレを。これも混ぜたら一晩寝かします。あ、で明日包む。明日なんですか？はい。今日はいけないんですいけないです。この状態からけど。へえ。使えます。初めて見た。なんか最低5日はかかる。無理になったら1週間とかかかる。お水を変えるんですか？うん、毎日変える。毎日変える。今もレギュラーと極太とあるんですけど、厚さ、極太の太いもの使ってるから、この人もかかります。これが正方形みたいになるんですよ。すごいですよね。ね、もっと小さい入れ物でもいいように思いますけど、めっちゃ水分が多い方がいい。多い方がいい。じゃないと全然戻らない。戻らない。6日でこうなる。煮るんですか？炊いていきます。どのくらいこう炊くんですか？沸いてから1時間。こっちがもうそしたらもう出来上がりです。そうですね。いつも前の日の夜前の日にはやってるんですけど、今日忘れてました。
こちらから。醤油ラーメンにワンタントッピングしたらどうすか。美味しい。美味しい。あ、じゃあもうそれします。両方入れます。その美味しいって言ってくれるならそれははいで両方ともトッピングして。はい。はい、ありがとうございます。しようかな。いやいや醤油だもん。店で全部作ってるから。あ、そうなんですか。美味しい。じゃあもう。いやー、一個そばやな。そう
もうワンタンで、お好みで黒胡椒かけて上の方気をつけて、バッチリです。味玉ワンタンでお待たせしました。いいよ、お願いします。セットの残り。これ一個なんていう豚の肩ロース。肩ロース。はい。これも調味液につけて3日熟成させて旨味アップです。
こちらどうぞ。今日のね、味玉すごい美味しかった。味玉？ありがとうございます。味玉初めて食べたの。徳島ラーメンはい美味しいじゃん。はいだから生卵がデフォだから、今まで生卵しかここでは食べたことがなかった。初めてちょっとびっくりするぐらい美味しかった。え、よく来られるんですか？最近詰めてきてます。詰めてきて。朝ごはん素晴らしいですよ。素晴らしい、素晴らしいです。ね、だし巻きもね、美味しかったし、はい。やっぱ卵が違うかな、これ。そうですね。卵が美味しいって何やっても美味しい。なんかね食材がいいです。はい。
くなるんですか？ポトポト炊いていきます。お待たせしました。こちらからです。醤油です。熱いので、気をつけてお待ちください。いいセットだ。ごゆっくりどうぞ。お待たせしました。はい。紹介的なことで終わっておったらみんな。一般に家出するんだけど、それは喧嘩じゃないらしいね。二人が周りから見たら結構ガチめな家出をしてるっぽいんだけど。そういうのね、ご存知でいい。いいお待ち。味玉とか。ありがとうございます。一人でやられてるんですか？はい、一人です。ユンサイさんっていう方がいらっしゃって、その方の本のタイトルが一日一緒で、どういう意味になるんですか？要はなんだ、一日を大切に生きようねみたいな、ざっくり言うとですね、もう明日が来る保証はないじゃん。だから一日をね、一緒のように大事に生きよう。月一は必ず滝行に滝行？すごいっすね。あるんですよ。そんなのができるとこある？できるとこが市内にあるんですよ。市内にある？めっちゃ気持ちよくてずっと続いてます。2年、ちょうど2年かな。2年もやってる。夏場はいいですけど、冬やばい。やばいですよね。やばい。なんか全然お話聞くと印象変わりますね。
修行ちょっとね、そっちの方向に行ってますなんかそっちの方向行っちゃうなんかすごい綺麗なんですよ。近いし6のつく日にやってるしっていうので来やすくて1回来たらハマっちゃいまし一回来たらハマっちゃうもんた。です。はい。梅さんの物語、梅さんの平野の思いもちょっと心に出て書くいただき焚き入りっていう言い方でお伝えしてます。お寺の境内の中にあって、環境的にはめちゃくちゃこう恵まれている場所だとは思うんですけど、やっぱり自然の中にこう身をさらすっていうことでのその危険っていうか、自然に対するこう畏怖の念っていうか、恐れというか、そういうものも大事にしながら、みんなで見守り合って安全祈願して安全に入りましょうっていう。虹も出てます。虹が出てます。あ、取れました虹。よかったです。もやもやをここで流してもらってるんですけど、今日すごい流れました。